こんにちは。ソングピクチャーの解説 AI です。今回は YouTube 運営に挫折しそうな時というテーマでお話しします。この動画は YouTube が伸びないからやめたいなって思った時に見てください。YouTube 運営に挫折しそうな時、私たちは自分自身に問うべきです。なぜ始めたのか？その答えが困難な時期を乗り越える糧となります。成功の鍵は持続性と適応性です。まず、目標を小さく設定し、一歩一歩成果を積み重ねましょう。失敗は学びの機会です。動画の分析を行い、視聴者の好むコンテンツを理解しましょう。そして、YouTube コミュニティと交流を深めることも大切です。他のクリエイターとのコラボレーションや、視聴者との対話を通じて、新たなインスピレーションを得ることができます。最後に、自己の健康を最優先に、過度なストレスは創造性を阻害しますので、適切な休息とストレス管理が必須です。挫折は終わりではなく、成長への一歩です。原点回帰して、情熱を再燃させましょう。あなたの YouTube 旅は、まだまだこれからです。YouTube 運営が辛くなった人や、企業の YouTube 運営担当者様には、特に聞いてほしいことですし、意識してほしい内容となっています。それから動画の最後に、次の時代の情報を少し触れていますので、ぜひ、最後まで聞いていってください。それでは正直言って、YouTube 運営は、本当に大変です。かなり難しいしきついなって思っている人は、多いと思います。その気持ちは、私もわかります。このチャンネルもデータを見て、本当に伸びるのかなって思いますし、今後の動きが分かっていないと、はっきり言って、やめたいです。でも、実際はこの動画を作った時点でまだ100回再生いった動画は1本もありません。ですが、長く継続すれば必ず結果が出ることが分かっているから続けられるんです。低迷期っていうのは誰でもあるんですが、それが長いか短いかっていうだけで、必ずこの低迷期は脱出できるので、諦めずに継続してみてください。実際にこのチャンネル、立ち上げて1ヶ月は再生回数1桁でした。他にもチャンネルがあるんですが、そのチャンネルも同じで、最初の1ヶ月、本当に伸びませんでした。ですが、このチャンネルも2ヶ月目に入ってからは、再生回数が2桁いくようになっているんです。それでもまだ2桁ですが、その理由は、YouTube からのインプレッション数が増えてきたからなんです。チャンネルを立ち上げて、初期のことは、必ずと言っていいほど伸びません。バズる動画を連発して投稿することができれば、1ヶ月で登録者1000人とかも可能なんですが、そんなことは初期からでは、かなり難しいので、地道に成長させるしかないんです。なので YouTube は最初、伸びません。それから、YouTube 続けるの大変で、もうやめようかなって思っている方はまず、一度 YouTube を続けることのメリットを考えてみてください。YouTube って一旦休んで、何ヶ月後にまた始めて、伸ばせばいいって思ってる方、YouTube はそんなに甘い世界じゃありませんよ。なので、今やめて、数ヶ月後にまたやろうってなっても、伸びないからまたやめてしまいます。画面の向こう側にいるのは、ただの数字じゃなくて、視聴者っていう人間なんです。投稿を休んでしまったら、視聴者の中で、あなたの存在感は薄くなります。そうすると再生回数は、YouTube を始めたばかりの頃みたいに、1桁や2桁からの再スタートになるんです。なので、継続をすることが大事になってきますので、YouTube を諦めていいのかもう一度考えてください。YouTube のメリットと比べて、上回るほどのデメリットがあるからやめるのかっていうのを判断した上でやるかどうかを決めていくといいです。それに、初期の頃は不安でしかないかもしれませんが、YouTube は続ければ必ず成果が出ます。再生数やクリック率が低くても、投稿頻度を落とさず、頑張って動画を投稿し続けていく。そういう状態を継続的に作って、動画の本数を徐々に増やしていくと、YouTube も、頑張っているチャンネルには、ちゃんとインプレッションを増やしてくれるんです。インプレッションが増えれば、再生回数も増えていきます。だからこのインプレッションを増やすために、YouTube は継続していかないといけないんです。再生回数が伸びないなって悩んでいる人は、まずはこのインプレッションが増えているのかを確認してください。もし増えていない場合は、YouTube のチャンネルを始めたばかりで、まだ YouTube があなたのチャンネルを認識できていないか、動画100本を出していて、伸びていないのなら、
チャンネル自体の成績が悪いかのどっちかです。YouTube をまだ始めたばかりのチャンネルは、YouTube がまだそのチャンネルを認識できてなくて、分かっていないということがあるんです。その場合は動画投稿を継続的に続けていくことで、YouTube に認識され、必ずインプレッションは増えていくんです。なので、インプレッションの数は定期的に確認しましょう。ただ動画の成績が悪いっていう場合は、YouTube からこのチャンネルの成績が良くないと判断されてしまっているので、改善して成績の良い動画を出さないといけないんです。だけど1回だけいい動画が作れても、継続的に良い動画を作り続けないと、数字が増えないチャンネルになってしまいますから、数字が増える動画の作り方を学ばなければいけません。YouTube は公式サイトにもあるんですが、視聴者にとっていい動画を投稿することを継続する。これをすることで、チャンネルが伸びていく仕組みになっているんです。動画の投稿を休んだりしていませんか？動画の本数が20本や30本くらいで諦めていませんか？動画のデータは確認していますか？これに当てはまっている人は、チャンネルが伸びないのは仕方ないと思います。ただやるべきことをしっかりやっていくと成果は出ます。YouTube って初期の頃はなかなか数字が上がりません。その理由は、YouTube があなたのチャンネルを認識できていないっていうのは先ほど話したんですが、それとは別の理由で、まだ登録者が数人とか、再生回数が数十回とかのチャンネルでは、そのチャンネルのことを信用していないんですね。YouTube は、いいチャンネルやいい動画を多くの人に見てもらうことを望んでいます。そんな中、時々休んだり、投稿頻度が極端に低くなったりするようなチャンネルの動画をおすすめしてしまうと、視聴者からは、おすすめされた動画のチャンネルは全く更新されてないけど、YouTube ってこんなのおすすめにするくらい良い動画がないのか？って思われてしまって、YouTube 自体の評価が下がってしまうと、視聴者は YouTube を見なくなり、他のプラットフォームに流れてしまうといったことになります。登録者や再生数が少ないチャンネルは信用がないので、YouTube は初期のチャンネルに厳しいってことがあります。だからこそ最初の2ヶ月や3ヶ月で伸びるチャンネルが少ないんです。相当高いクオリティで需要があるテーマで、プロのコンサルタントが運営でもしない限り伸びないんです。なので最初の数ヶ月間や、まだ登録者100人以下のチャンネルは、伸びが遅かったとしても、心配しなくていいんです。本来ならそれが普通なんですから心配しないでください。なので逆にその伸びない期間を利用して、いい動画を作れるように勉強していけばいいんです。いいサムネイルや編集ができるように、下準備として勉強を頑張ってトライアンドエラーをしていくと、チャンネルが伸びて、数字も上がっていきます。いい動画作りはもちろんそうなんですが、まずは視聴者の目線に立って動画を作っていきましょう。ということで、今日のまとめをします。YouTube は地道に継続するしかない。ただ継続するっていうだけではなくて、ちゃんとやるべきことをやっていかないと、登録者1桁から2桁の低迷期がずっと続くので、やるべきことはきちんとやっていれば、結果は出てきます。動画の本数も5本や6本といった少数ではあまり変わらないけど、20本や30本をこれまでの動画で話してきたことをやっていくと、必ず伸びてきます。それに今後は今まで以上にもっと動画の時代になっていきます。今の日本で成長している企業は少なめだけど、その中でも動画業界は成長を続けているんです。だから最近では、そのことに注目した個人や企業さんが YouTube にたくさん参入しているんです。今後は、今伸びている VR だったり、これから出る 6G だったり、現在注目を集めてる AI の技術なんかもそうですね。そしてその次の技術も控えています。それは、これからデビン AI っていうのが主力になるって言われているんですね。このデビン AI のデビンっていうのは、アメリカのカリフォルニア州にあるコグニション社が発表した新しい AI なんです。これは今までのような支援型 AI ではなくて、完全自立型の AI で、エンジニアとして作業可能な AI って言われています。つまり、すべて自動でプログラムを作って運営し、エラーが出ても自動修復をして、継続することができる AI ってことですね。もしかしたら YouTube も自動で運営する時代になるのかもしれません。例えば、需要がありそうなジャンルをいくつかリストアップしてもらって、人間はそのどれかのジャンルを選択する。次に動画のコンセプトを確定させれば、人間のやることは終了で、そこからは自動で動画が作られて投稿をし続ける。
トレンドなものはすぐに取り入れるっていう運営になって、私たちはコーヒーを持って画面を見てるだけの時代になるのかもしれません。まだ完全な商用リリースではないみたいですが、エンジニアの人にとってはかなり影響のある情報だと思いますので、関係者はチェックしておいた方がいいでしょう。これは遠くない未来だと思いますが、まだ人間が必要な時代なのは確かです。なのでこれからも YouTube を続けて、まだまだ動画を作って、視聴者を喜ばせたり、幸せにできる動画を投稿して、今後も引き続き YouTube 運営頑張っていきましょう。というお話をしてきました。ではまた次の動画でお会いしましょう。